じゃあ今日はどうするかな。169から169で熊野をとりあえず出ましょうか。尾鷲はもうええか。尾鷲2日連続ええか。あともう今日はめちゃくちゃ暑いんですよね。もう今まだ9時なんですけども、9時の時点でめっちゃ暑いからね。キャンプ場のテント泊で多分初めて熟睡できたかもね。短時間ながらなんか熟睡できたから、いつもであればなんか起きるんですよね。全然眠れないとか途中で起きるとかあるんですけど、あっこはねなんか朝まで一応寝れたから体調はまだいいな。何が良かったでしょうかね。なんか案外マナーのいい人ばっかりだった、まあ、偶然かもしれないけど、なんか福井のキャンプ場とかって夜にギター弾いたりするバカとか、なんか連れ読んで騒いだりするやつとか普通にいたんで、それと比べると全然マシに感じたな。っていうかあれが普通なのかもね。マナー守ってるキャンプ場、料金も安いし、料金安い、まあ温水シャワーとかはないんかな。あれフリーサイトは温水シャワー使えないですよね。でもなんか事務所の横にある給水場所はちゃんとお湯が出るようになってますね。使ってるエアマットがまあいつものように空気抜けてくるんですよね。寝てたら2時間ぐらいでもう空気抜けてきて、で背中痛々ってなるんやけど、なんかそれを超越して今回はだから芝生の地面の芝生と体のフィット感が絶妙で、たまたまかもしれないけどね、たまたまなのか、それとも俺の体がもうああいう地面と同化してたんかな。体が地面と同化したのかもしれないけど、なんか非常にいい感じやったな。でも赤ちゃんっていうかもう血のみ子連れてきてる夫婦いたけど、あれちょっとすごかったな。赤ちゃん、もろに赤ちゃんね、生後数ヶ月ぐらいの赤ちゃん連れてきてる夫婦いたけど、ちょっとすごかったね。アクティブすぎるやろ。赤ちゃんの時からあんなキャンプ来てるのはすごいね。で夜になって赤ちゃんが不安で泣くんすよね。なんかうーんとか言って、それさ知らない人が聞いたらなんかちょっと怖いかもね。赤ちゃんなのか野生生物なのか。まだ今の時間帯ならバイクで走っているといい感じ。でもこれ真っ昼間になると多分ずっと走ってても暑いね。どうしようかな。今日のルートを考えてないんですよね。ルート考えてないけど、とりあえず熊野まで行って、で熊野にちょっと変わった洞窟というかトンネルがありまして、その洞窟というかトンネルに行ってから、まあ寄れたらなんかシェイク店っていうのがあるので、シェイク店に寄って、で海でなんかハンバーガーでも食うかなと思ったけど、この分だと多分めちゃめちゃ暑いから、海沿いはまあ行かずにスルーして洞窟だけ寄ってからさらに南下して、で168か龍神あたり、そうですね、168から山に入って、そっから途中から龍神、中辺抜けて龍神行くかな。で龍神から高野山で帰るかなというルートが今日はちょっといいような気がする。ちょっと眠れたからやたら体調がよく感じるね。いつもこのキャンプだと全然眠れないですからね。最悪なのが全く一睡もできないということがありましたからね。今回やってみて分かりましたけど、今の時期からもうキャンプ結構きついですね。それ日差しがきついから、日陰じゃない場所張ったらマジで地獄。今回ちゃんと俺計算したよね。計算して明日の朝太陽どっちから昇るかとかちゃんと方角見て、で決めて、で木陰のちょうど木陰になるようにそこで設定してテント張ったから、まあうまくいきましたね。まあとはいえこの状態で旅をするっていうのは結構きついもんがあるな。だから四国の場合に2泊ぐらい
だから四国、本番は四国か北陸で考えてるんですけど、四国だとまあ四国も暑いよな。四国でも山の奥みたいなとこではまだ寒いかもね。まあ、ルート選び次第かな。でも高知の方まで行くとやっぱり暑いと思うね。日御碕キャンプ場とかあるやん。ないっけ？なんかすごいおすすめされたとこあって、昔そこ行きたいですけどね。ちょうど本州ちゃうわ、ちょうど最南端のとこですね。岬のとこ、室戸岬やったっけ？違うか、なんか岬あるんですよね。でそのキャンプ場行きたいね。ただやっぱり思ったのが結構きついということですね。暑い、昼間暑いやん。昼間暑いです。もうすでに10時ぐらいになるとめちゃめちゃ暑いから、キャンプ場も早く撤収しないと地獄になる。かといってタープとかなんかいろいろ張ると撤収するのがだるいやん。もっとうまい具合にやりたいですね。いまいちまだ足りねえな。熟練度がまだ今回低いと感じました。まあでも1泊程度でこんなわちゃわちゃしてたらなかなかあれやな。こればっかりは回数を重ねないと撤収するのうまくならないよね。パッキングとかもすごいコツいるようなパッキングとか。バイクの場合うまいことちゃんと入れないと入らないとかあるからね。コツが、畳み方一つでも入らなくなったりしますからね。もうちょっと荷物減らしてもよかったかもね。ラジオいるかな。ラジオ、携帯ラジオ。キャンプ場にテントを張って、でそっからまた町の方に行くとするやん。でその間やっぱりテントの中には少なからずなんか残ってるわけよ、荷物は。その荷物がパクられないようにするのにテントの中でラジオを流して、で中に人間がいると思わせて防ぐという防犯方法があるんやけど、古典的なそれやってたんですよね。今回ちょっと不安だったんで。でもあれいるかな。なんか帰ってきた時、テントで帰ってきた時やったらなんか音量ちょっとでかくなってて、知らず知らずのうちになぜか音量がちょっとでかくなってまして、でしかもなんかかかってたラジオがよくわからない曲のラジオ、何だったんだろうなあれ。こっからちょっと開けるんだよね。この辺りめっちゃ好きなんやけど、この感じ。山の中に町があるという。なんかこの辺り初めて来た時すごいとこやなと思ったよな。多分っていうのはあんま覚えてないですけど、初めて来た時は多分あれやね、熊野の方まで行ったんすね。そしてすげえとこだなと思ったんだね。でその熊野、俺が初めて初めて169号線で熊野まで行ったのは250で行ったよな。でなぜそこまで行ったかというと、なんかチャリ乗ってる人のブログその時読んでて、でその人がチャリで五条まで輪行して、で五条から五条じゃないか、あれ何やったっけ、大和上市かな、大和上市っていう駅、吉野の方の駅やな。あそこから169号線でまで行って、でそこから南下して、大泊まで行ってたんね。で大泊の方でなんか電車乗って輪行して和歌山の、何やったっけな、紀勢線かで帰ってくるっていう、大阪まで帰ってくるっていう人がいまして、それ読んでたんで影響されて行ったんよ。チャリよりだいぶ楽やったけど、それでもなんか最初行った時は結構
すげえ遠くまで来たなという印象がありましたね。今となってはそんなに遠いともあんま感じへんけど。さあ佐田坂に向かいましょう。熊野方向。旧トンネルまた行くか。旧トンネル見てからまた戻るかな。ここだけやっぱりすごいね。ほら、千と千尋、何でもかんでも千と千尋にしてしまうな。けど導入部分だけやったら面白いからな。これ。こう昼間来た方がなんか雰囲気ありますよね。なんつうかこの木漏れ日と森と山とでこの洞窟の暗さが一層際立つから雰囲気がやったらいい感じになります。結構疲れてんのに歩いてるっていう。おやっぱいいなこの雰囲気。これあれやな、千と千尋っていうよりもののけ、千と千尋というよりもののけ姫ですね。もののけ姫のラストですね。これ芽吹いてる、これもののけ姫のラスト。やっぱ湧き水がこれね、本物の湧き水やから超新鮮で、多分これ飲めますよね。飲まないけど余裕で飲める綺麗さ。ろ過されてる。雰囲気抜群だな。じゃあ行くか。いやーもうなんか街に降りるのが嫌なんですよね。こういうとこに慣れてまうと、車と車の間に挟まって走るとかもうすごい嫌。そういうのが嫌だからバイク乗ってんのに。最高やなこの感じ。あ、トンボいますね。はあ、最高ですけどやっぱりちょっとクラクラするな。疲れてきた。ちょっと休憩すっか。